こんにちは、まるごと P さんです。猫と暮らす家づくりのために実家をセルフリフォームしています。前回までで壁と家具の塗装が終わったので、今回は小上がりを作っていきたいと思います。ではどうぞ。小上がりいきますか。はい。ちょっとお値段安くなってるやつね。サイズ何やったっけ90×90×300。オッケーオッケー。ちょっと40センチでカットしたんですけども、この高さにしようと思ったんですけど、下には 2x4 と上に 2x4 乗せて、さらに 2x4 で骨組みしようとした結果、こうした時の高さが55センチぐらいになって、でこれちょっと小上がりとしては高いよねってなって、熟考した結果、半分に切りました。半分20センチにしました。はい、15個。15個を置く感じやね。で、ここのラインを下に 2x4 引いて、その上にこれを置いて、また上に 2x4。はいはい。2x4 でサンドする感じね。そう。一番下に来る 2x4 の長さを測って 2x4 をカットして並べていこうと思います。はい。いい感じいい感じ。一旦一番左の長さ違うのはちょっと置いといて、この椅子の長さのところをもうくっつけていきました。家に余っていた。家に余ったスタイロフォーム。まずこれ使おうかな。30ミリ。これなりに。いや。一番下にスタイロフォームを引いて、上に合板を引いたのがこんな状態です。計算を見すぎまして、この押し入れの中の板が足りなかったので、後ほど買いに行ってきますので、一旦なしで進めていきたいと思います。
次は固定した柱の上に交差するように 2x4 材を重ねていきます。風はとりあえずこれをここに柱があると後々ちょっといけてないなってなったんでカットします。はい、とりあえずカットします。カットしてベンチ感あります。壁側だけ板を伸ばしてその部分は椅子になるように今回配置をしてみました。我らのブライボックスブライボックスのクリアを塗っていきます。棒ついてる。なんかこういう下に貼る線よ。はめて、入ってこれる通路になりそうなのがここなんで、ここを塞いじゃおうかと思ってます。ここね。はいはい。はいはいはい、こういうイメージね。おお。お前めっちゃ軽い。
猫にボロボロにされるそうな未来は見えたけど。ほんまそれや。色とかはめっちゃいいけど、きしみが気になる。高さちょうどいい。うん、高さちょうどいい、いい感じいい感じ。骨組み追加します。いいやんいいやん。断面のところがやっぱりこうちょっとほつれてきたりとか心配だったんで、ソフトボンドを塗りました。ここにネットでこの補修のプチテープっていうのを買ってみました。いい感じ。はい、ということで次に小上がりが完成しました。うん。どうみりちゃん。ちーちゃん、お外見える？で、この小上がりの下の部分が一応この中に引き出しをつける予定なんですけど、一旦ちょっと他の急ぎで作らないといけないものがあるので、この中はちょっと後ほど作ろうかなと思ってます。引き出しができるまでこのじゃん、我が家でもよく使っているトリカルネット、これで通れなくするために置こうと思います。これで畳の小上がりが完成です。ということで今回はここまで。次は壁を猫たちが遊べる空間に DIY していきたいと思います。これから実家 DIY の過程を動画でどんどんアップしていこうと思っていますので、いいねやチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。ではご視聴いただきありがとうございました。いいよ。